2年ぐらい前ですかね。友達の元同僚、後輩に当たるんでしょうけど、僕らの10個下ぐらいですね、年齢で言うと。その子が体験した話、それを聞いたんですよね。僕らの地元に、かつて、南総病院っていう病院がありまして、僕なんかは全然知らないんだけどね。その10個下の後輩くんたちが、中学生の頃っていうので、2010年頃、その南総病院って潰れていて、廃病院になってたらしいんです。詳しい話はちょっとわかんないんだけど、院長が夜逃げしたらしくて、その廃病院が心霊スポット化していたらしいんですよね。お化けが出るぞと。そんな噂を聞きつけた後輩くんたちは友達2、3人で忍び込んだ。肝試しをしたみたいなんです。その直近で、南総病院の廃病院の中で、ホームレスかなんかが、病気なのか何なのか知らないんだけど、死んでたらしくて。そういうのも相まって、噂が流れたんでしょうね。後輩くんたちは、友達2、3人でね、南総病院に肝試しに出かけたんです。それで、本当にお化けを見ちゃったんですって。しかも、当時、ガラケーですかね、携帯電話。あれのムービー機能でお化けを撮影したって言っていて、その動画をね、14年ぶりなのかな。当時一緒に忍び込んだ友達かなんかと話してて、あれ怖かったよねって。そういえば、ガラケーで撮ったムービーって残ってるの？実家に当時の携帯電話あるかもしれない。じゃあメルカリとかでバッテリーと充電器揃えたら、その動画復活するんじゃないかっていうのを、その先輩にあたる友達から聞いたんですよ。後輩がこんなこと言ってたんだよねって。その話を聞いて、南総病院ってどこだって思って、スマホでググったんですよ。そしたらめっちゃ地元で、僕らの地元って、市原市の八幡宿と五井のちょうど間らへんなんですけど、どっちも生活圏内で、五井にあった洋華堂の先っていうのかな。買って知ったる場所だったんですよ。っていうのも、その当時南総病院があった表側なのか裏側なのか、ちょっとわかんないんだけど、すぐ脇を養老川っていう川が流れてまして、その川の上を297のバイパスっていうのかな。道路が走ってまして、その付近ってよく遊んだ場所なんですよね。子供の頃に。だからね、なんか南総病院、病院あったなって。老人ホームと病院が並んでた気がする。みたいな、ふわっと思い出したんですよ。その思い出したついでじゃないですけど、今度僕の話なんですけどね。僕が中学生の頃なんで、2000年頃なんですけど、まさにその南総病院の裏手、養老川ですね。ハゼっていう魚をね、よく捕まえに行ってたんですよ。ハゼなんてね、どこの川にもいるんですけど、その南総病院の裏手付近って、水面まで降りれるような階段がついてて、で、もはや釣りですらないんですけど、家に転がってる金魚の餌とか、ネオンテトラの餌とか、亀の餌みたいな、あんなんをバババって巻くと、寄ってくるんですよ。それをもうタモでバッサー捕まえて、捕獲するんですよね。でそのハゼを生き餌っていうのかな。泳がせ釣りって言うんだけど、ハゼに生きたまま針つけて、重りつけて投げると。そうすると、マゴチって魚が釣れるんですよね。マゴチって美味しいんですよ。40センチぐらいあるようなね、ハゼなんか捕食するようなサイズだとでかくて。だから釣りごたえもあって、食べても美味しいっていう。そういう魚を狙うためにハゼをよくね、捕まえに行ってたのが、
南総病院裏手付近、その297のバイパスの橋から吹上通りっていうところの橋、もうちょっと行けば16号とかね。だから南総病院自体はね、使ったこともないし、近隣に病院もたくさんあるからね、ピーンとは来なかったんだけど、その付近はよく遊んだことがあるから知ってる。そんな中学生時代に僕は別の話をね、その南総病院付近で聞いたことがあるんです。養老川って結構ね、人が死ぬんですよ。子供が溺れて流されたとか、酔っ払いが落ちて死んだとか、女の人がね、溺れて死んだとか。大して川幅も広くないし、深いわけでもないです。学校のプールとかの方が深い気がするんだよね。流れも急なわけでもなく。もちろんね、台風とか来て増水していたら濁流なんでしょうけど、そんな時って川なんか近寄らないんでね。だけど、数年に一人、二人、コンスタントに人が死ぬんですよね。水難事故の話はたまに聞くんです。だからか、近隣の大人がね、散歩がてら、僕らみたいな中学生が遊んでるとね、話しかけてきたりとか、何釣ってんのとか、ちょっと気にしてくるんですよね。今はどうか知らないけど、当時はね、あんな川っぺりって人っ気があんまりなかったから、僕も揉めたんだけど、露出狂みたいな変質者出没していたので、そういった輩を抑止するために近隣の人が、パトロールじゃないけど、見回りも兼ねて、そういう事故とか、ね、事件に巻き込まれないようにってことで話しかけてくれたりしてたんだと思うんだけど、そんな大人の一人に、近隣の中学校か小学校か知らないんだけど、先生やってるっていう人がいて、もう名前も忘れちゃったんだけどね。その人から当時聞いた話で、夜になると、まさにその南総病院の対岸だね、あそこは。なんか草がぼうぼうに生えてる場所なんで、あんま人がいる場所じゃないんだけど、そこに夜、黒い服を着た人たちがずらーって立ってることがあるって言うんですよ。その黒い服が学ランみたいな、学生服みたいな形をしてるから、当時僕が通ってた中学校学ランなんですよ。で、隣の中学はブレザーなんで、君たちの中学校の生徒なんじゃないみたいな。でも当時夏だから、夏にわざわざ学ラン着ないでしょって言って、挙句の果てには、あれはお化けなんじゃないかな。そんな話をしたのを覚えてるんですよ。いわゆる人が死ぬような川だから、黒い服着たなんかよくわかんない人たちが立つと、お化けなんじゃないか、君たち気をつけなきゃダメだよ。そんな感じの会話をしたのを覚えてるんですよ。そこから月日が流れて、4年ぐらい前ですね。まさにこの山級チャンネルですよ。家の心霊現象なんかを撮影して、YouTube に投稿していた頃、家の周りの古いものを見つけて、古墳とかですね。昔何があったんだろうってね、ちょっと興味を出して、市原市の歴史について調べたことがあって、そんな中から中学生の時に聞いた養老川に立つ黒い人たち、それってこれなんじゃないかなっていう話を見つけたんです。今から遡ること160年近く前、日本では内戦が起きましてね、戊辰戦争ってやつですね。鳥羽伏見の戦いとか。最終的に函館の五稜郭まで続いていくわけですけど、徳川の旧幕府軍と明治のね、明治新政府軍戦うわけですけど、それがね、五井地区にも飛び火してきまして、当時上総の国って呼ばれてたのかな。1868年、うるう4月7日、下総の方から敗走してきた徳川方と、それを追っかけてきた明治新政府軍、五井のね、養老川を挟んで戦になったんですよ。それがね、五井戦争って言うんですけど、
その戦は1日で終わったんだけど、犠牲者が結構多いんですよね。旧幕府軍側が60名、新政府軍側が4人、住民4人。この人たちが死んでいるんですね。その人たちの亡骸を、その南総病院の向かいですね。黒い人が立つって言ってた場所に、昔埋葬されてたらしくて。養老川の川っぺりに、たくさんお墓が建ってたらしいんです。その人たちの軍服っていうんですか。体服って、学ランでしょ？形が。爪襟で、黒くて。その人たちじゃんって思ったんですよ。20数年越しに謎が解けた。みたいなね。もちろん僕らが子供の頃にはそこにはもうお墓はなくて、どっか近くのね、お寺かなんかに移設されてるらしいんですけど。だからただの草むらでしたね。っていうのをね、2年前ぐらいに友達の後輩くん、10個下の子たちが中学生の時に南総病院に忍び込んだ時に心霊現象にあって、っていうのを聞いた時に、うわーって思い出して、あの辺一帯ってそういう怖い場所なんじゃないのって話したのを覚えてます。後輩くんたちはね、結局動画を復活させたんだかさせてないんだかわかんないです。僕見てないんだけど、内容としては、窓だかドアだかにでっかい顔が出てきて、パニックになった。で、必死にムービーでそれを撮影したって言ってましたね。その幽霊を見た後に、交通事故にあったり、不幸なことが続いて、ちょっとメンタル病んだみたいな。本当に怖くなっちゃった。そっから14年ぐらい経って、当時の友達と再会して、また動画復活させようぜみたいに言ってた頃に、さらになんか心霊現象が起き出して、怖くなってやめた。みたいなところまで聞いたんだけど、その後は全く知らないです。だから動画なんかも見れてないですね。ちなみに南総病院はもうなくなって、今はただの住宅が何軒か建ってるような形ですね。五位戦争については、その元南総病院の対岸側に道路があって、そこに石碑かなんか建ってます。古戦場ですって。僕なんかは養老川でお化けなんか見たこともないんですけど、治安がね、悪かったですね、昔。今は知らないけど。この話をいつか雑記で喋ろうと思っていて、このタイミングでしたね。ご視聴ありがとうございました。